はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターナです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月全体の1ヶ月のタロットリーディングをさせていただきます。話の途中で少し星の話も挟みながらいきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド10、ソード2、ペンタクルスクイーン、ジャスティス、カップページの逆ですね。ペンタクルス4と、戦車の逆、と気をつけることはソードクイーンとソード9の逆とオラクルははい、カップキングの逆ですね。まずちょっと星の補足なんですが、8月2日が満月なんですよね。でこの満月の時、満月の前後にちょっと感情が高ぶったりとか不安になりやすかったりする方もですね、おそらく8月の8、9、10あたりでかなり落ち着くと思いますので、慌てて何かしなくっちゃっていうよりは少し自分を落ち着かせるっていうふうに意識していただければ、8、9、10あたりで落ち着くんじゃないかなと思います。いろんな出来事が。はい、そしてカードで見たところ入り口がやっぱりワンドの10なので、なんかもっと頑張って準備しなきゃいけないとか、もっと何かをやらなきゃいけないっていうような、何か自分にかけているプレッシャーみたいなのがちょっと強いのかなって感じがしますね。で実際今星ではすごく社会運が開けてきている時なので、なんかその今のこの運に乗っとかないととか頑張らないとみたいな、そういういい意味で自分にプレッシャーをかけているのかなっていう感じはしますね。うんで現状はバランスが取れてますよ、非常にね。とは自分にプレッシャーをかけているけれども、すごくアップしている、苦しいっていうよりは、それでもうまくバランス取ってるなっていう感じはあります。ただ何でしょうね、なんとなく目の前のことを一生懸命こなさなくっちゃいけないっていう感覚でやっていて、本当の喜びからやってるっていう感じが少し少ないかなっていう感じがするんですね。なんかなんでしょうね心の奥底から湧き上がってくる喜びっていうよりは、ちょっとそこを閉じてたり、あの何かちょっと感じたくないみたいなね思いがあるのかなっていうのがあり、ちょっとそこを伏せた状態で目の前のことを一生懸命やって気持ちを上げていこうとか現実変えていこうみたいな感じがありますね。でちょっとトータル的にこの1ヶ月はどんな1ヶ月なんですかっていうと、なんかすごく期待と不安が入り混じってるのかなという感じがあり、星ではすごく社会運が開けてくる1ヶ月なので、実際はいいんです、恵まれてるんですけれども、感情的にそこについていけるのかっていうとやっぱ不安があったりとか、ちょっと人に対して気を使っているのかなって感じがあります。でも人に気を使うということはそれだけ人と関わっているっていうことで、これはとてもいいことなんですね。誰もいて座の皆さんは責めてないです。責めてないんだけど、自分がすごく気を使っているっていう感じがするので、そんなに気を使いすぎずに、いつものね自分らしく人と向き合ってやっていくっていうふうにすると、受け入れられてたなとか、全然問題じゃなかったんだなっていうことがすぐに分かると思います。そして、要するにこの1ヶ月一番テーマになっているのはこれなんですよね。これカップのキングっていう、すごく信頼できる人とか、人からの優しさを受け取るとか、保護されるとかサポートされるみたいなカードなんですけど、それを自分がなんか受け取りきれていないような気がするのかなと思ったんです。で実際はすごく社会運もあるし、目上の人からも目をかけてもらいやすい時期だったりとか、優しくしてもらったり見守られている時期なんですね。こういうのが出て、星でもそうですし、このカードが出ててもこれなのでね。だけどそこになんか相手の本当のその心情をこちらが理解できていないみたいなね。本当のサポートってその人にとって心地いいものとは限らなかったりするので、何か自分がこのね8月に新しい世界に行くぞってなったら、もっとなんかサポートしてほしいのにこれだけしか来なかったって思うかもしれないんですけど、この8月に与えられているサポートはもう十分ですっていう感じがしますので、その中で
関わる人に遠慮しすぎずにやっていってください。そして、それからですね、何かこうもっと頑張らないととか、もっと何か用意しなくっちゃみたいな、もっと抱え込まなくちゃって思ってる意識があるとしたら、ここまでの知識で十分対応できるんですよっていうふうに言われているので、このペンタクスのクイーンなんですけどね、十分自分がここまで経験を得てきたこと、経験上得たこととか、もちろん学んだことで十分やっていきますよというふうに言われているので、そんなにねこういきなりこう全てをなんかうまく生かすっていうふうには思わなくて大丈夫ですのでね。それよりもなんかせっかくのなんか新しい環境だったりとか、なんでしょうね、新しい環境に移る人が多いのかなっていう印象があり、なんとなく感覚的に、例えば初めての場所に行く機会があるとか、仕事を変わるとか、なんかプロジェクトが変わって関わる人が変わるとかっていう形で、とにかく関わる人が変わりそうな感じなんですね。でそれに対して少し心配はしてるけど、全然心配することないよっていう、こう今まで自分が持っている知識や経験で十分やっていけるし、それを大事にしていいんですよっていうふうに言われてます。変にこう合わせて自分をこうないがしろにして周りに合わすというだけではなく、自分の感覚大事にしていいんですよというふうに言われてます。そしてなんだろうな、ちょっと様子見で様子見で準備してるって感じがしますね、8月はね。特に変化が大きいのは8月23日以降だと思います。それまでっていうのはなんかこう気持ちがどんどん高ぶっているみたいな感じがあるのでね。でももうなんか8月の、さっき言った8、9、10あたりになったらもうやることやったしっていうようないい意味での開き直りというか、精神的落ち着きがあり、そしてまたね8月16日の新月から心機一転、じゃあこうしようみたいな気持ちの切り替えがあり、8月23日以降から世界が変わるというかね、環境が変わっていく、いい流れになっていくっていうのがあります。もちろん8月24日から水星逆行とかもありますが、そんなことを気にせずに、恐れずに人と関わっていってください。すごく伊手座さんに向かってくるいろんな人のサポートがあるので、それを遠慮なく受け取って自分も積極的に関わっていってください。そんな感じかな。なのでちょっと様子見ながら全力疾走するというよりはね、様子見で進んでいくんだなって感じが出ています。ちょっとだけちょっと補佐カード見てみましょうか。オラクルね、見てみますね。タワーの逆ということで、この8月にまた出ましたね、ソード9。不安がやっぱりたくさんあるのかなっていう感じはしますね。タワーの逆にソードの9にワンドのクイーンということで、この8月もしですけど何か環境が変わるとか、仕事変わるとか、関わる上司が変わるとか、人が変わるみたいなことがある人にとっては、それはすっごいラッキーなことで、心配しててもそんな大事に至らないというか、誰だって新しい環境や何かをする時っていうのは不安だし心配なんですけど、ご自身が思ってるようなそんな大きなトラブルはないですからねっていうふうに言われていて、むしろこの経験が後々の自分のキャリアとか自分自身の自信にすごくつながるっていうふうに出てるんですね。この経験はとってもなんか伊手座さんを鍛えてくれるみたいな感じがします。ですので、すでにご自身に自信満々の方も、いやいや自信全然ないですっていう方も、すでに今まで経験したことで十分この8月はやっていけるので、準備もねそんなに完璧じゃなくったとしてもやっていけるので、心配することないですよみたいな感じかなと思いました。そしてサポートは十分に来ていると思って世の中を見てみてください。そんな感じかな。そうね。人間関係で喜びを感じるのはもうちょっと後なんでしょうね。おそらく9月入ってからなんでしょうね。8月はなんかちょうどその変わり目、境目って感じで、その境目をなんかちゃんと超えられるのかっていうドキドキがあるのかなと思いました。でもちゃんと超えられるようにサポート来てますからね。ということで今回はここまでにしておきます。また次回はですね、ちょっと8月の後半ぐらいになるかと思いますので、よろしくお願いします。ということでいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。